細田守監督、果てしなきスカーレットが爆死してますが、ひろゆきさん見たいですか？なぜここまで評判あるんでしょうか？いや、人間の共通意識みたいなものというのは、割と存在してしまうのではないかっていうのを、たまに思うことがあるんですよ。何の話をしてるかっていうと、例えば面白いテレビ番組って視聴率高いんですよ。で、これがなぜなのか。面白い番組かどうかって、その番組を見ないとわからないじゃないですか。でも、そもそも、じゃあなぜその面白い番組に人は行き着くことが可能なのかっていう話なんですよ。例えばじゃあ、最近ではないけど、視聴率 30% みたいなテレビ番組あるとするじゃないですか。視聴率 30% って日本人の3割ぐらいが見てますって話なんだけどね。統計的には。でもさ、今僕が見てないこのテレビ番組は面白いのであるという情報があって、テレビをつけてチャンネルを合わせるわけではないんですよ。リアルタイムでやっているテレビ番組が面白いかの情報はさ、今だとツイッターとかあるけど、別にない時代はさ、その情報が伝わってこないじゃん。だって知らないじゃん。何のテレビ番組やってるか。いつの何のテレビ番組かはやってるっていうのが全部見た上で、なんかこのフジテレビでやってるごっつい感じおもろいわって言って見るんだったらわかるんだけど、視聴率が高いって突然視聴率ボーンって上がるんだよね。で、これが何なのかっていうのがザッピングしている人がいるんじゃないかっていう説はあるんだけど、リアルタイム口コミみたいな説もあるんだけど、何らかしらの共通性みたいなものとか、以心伝心的なものがあるという説明でも、なんか説明しきれてしまう気がしていて、で、これが果てしなきスカーレットでも発生しているのではないかという話なんですよ。狼子供だったりとか、サマーウォーズだったりとか、ポスト宮崎駿監督と言われていて、割とその大衆が好むような映画をずっと撮ってきた細田守監督ですよ。で、細田守監督がもともと自分で書いた小説で、脚本も監督もやって、日本テレビかなんかで細田守さんの作品バンバン流して宣伝やるっていうのやってて、主演の声優は芦田愛菜さんですよ。見たくない？別にほら、映画ってさ、見ないでさ、チケット買うじゃん。映画って見た後にチケット買うわけじゃないんですよ。なんかこの映画見たいなと思ってチケットを買って見に行くんですけど、なんかね、もう初回から客全然いないらしいんだよね。おかしくない？だってさ、もうじゃあこれぐらい宣伝します。有名な細田監督ですって言ったら、とりあえず見に行こうぜっていうのになって、ある程度みんなが見た後に、いや、おもろないわってなるんだったらわかんないけど、なんかね、最初から客少ないらしいんだよね。このね、見る前から、いや、これはつまんないだろうっていう決めつけるだけの根拠が、僕がネット上の情報を知る限りはないんだよね。見た後の人がつまんなかったって言ってるのはわかんないけど、見る前に結構映画の前売り券とかって売れるんですよ。ジブリとか前売り券売れるわけで、どこでその面白くないと決めつけましたかっていう。これがだからなんか共通意識のようなものがあり、これつまんねって思った人が大勢いるというのが伝わってしまったという説明、オカルト的だけどね。という説明でもね、なんかね、こう、あるのかなっていう。いや、期待値で言ったら結構高いと思うんですよ。細田監督が、脚本もやって、監督もやって、さらに芦田愛菜さんですよ。売れっ子の。しかもね、CG も使っていて、結構実験的なこともやってらっしゃって、なので、これは興味があるか、僕は興味あるんですよ。なので、ネットでタダで見れるんだったら僕見ますよ。お金払ったら見ないけどね。だから、なんか、見てはいないんですけど、爆死っていうのが、多分つまんないんでしょうと。ここはしょうがない。僕のね、友達を見てつまんなかったっていうので、感想を言っていて、そんなつまんないんだと思って、いろいろこう、同じようなネットの評判とか見たら、つまんない理由もいっぱい書いてあって、これは確かにつまんなそうだなとは思ったんですけど、ただなんか、ここまで評判が悪くなるというのが何なのか。いや、これだからさ、絵見ただけでさ、例えばじゃあ、絵見ただけで面白くなさそうな映画なんていくらでもあるわけですよ。で、逆に絵見ただけで面白そうって言ってつまんない映画なんていくらでもあるわけで、やっぱなんか、聞いたことのないような監督であれば、絵見てもふーんってなると思うんですけど、でもなんか、スカーレットさ、ちょっと良くない？女の人がちょっと闇のある感じで赤いこう、ダークなところに一人で立ってるみたいなさ、僕だから別になんかタイトル絵自体は悪くない気がしちゃうんだけどね。すいません、これも主観が入るので、はい。そう、かっこいいと思うんだよね、スカーレット。
見てください。僕だからね、実写版デビルマンとか、進撃の巨人実写版とか、おすすめしてるんですよ。おすすめしてる理由としては、世の中に面白い映画を見た時に得したなっていう感覚もあるんですけど、つまんない映画を見た時も、これは本当につまらなかったっていうので、友達に話して笑いが取れるっていう特典があるんですよ。面白い映画ってこんなに面白いよって言うと、面白そうだになるんですけど、一番良くないのは、微妙に面白い。全然伝わらない面白さ。いや、僕面白かったけど、これちょっと他人に伝えづらいよね、みたいな、10点満点中6点ぐらいが結構微妙なんですよ。人を選ぶよね、人それぞれなんだけど、10点満点中1点ですって言われたら、1点の映画あんの見たくねってなっちゃうんですよ。しかも、細田守さんですよ。あれだけ面白い映画を作ってる。が、1点2点だったら、ちょっと興味出るでしょ？で、これを見に行って、いや、やばいよ、スカーレットやばいよって言うと、なんでってなるじゃないですか。っていう感じで、つまんない映画を見るということ自体も価値なので、皆さんスカーレット見てきてあげてください。僕見てないから、本当は面白いかもしれないから、ごめんね、面白かったら。本当にごめんなさい、面白かったら。すいません。天気の子とかも、僕の中では微妙だったけど、でもあれ評価高いんでしょ。天気の子さ、能力値高すぎるじゃん。女の子。いやいや、そんな天気変える能力とかやりすぎでしょ、みたいな。そんだけ能力あったらもっと他のことできんじゃねえとかあんだけど、まあいいや、すいません。はい。私なきスカーレット大不評だから逆にどんなものかと見に行ったらめっちゃ心に刺さって泣きました。なぜ自分はこんなに感じかない差があるのか不安になりました。でもまあ、面白いと感じる人もいるんですね。なので、そういう意味でいくと、面白いと感じるさん向けに監督は作ったんだと思うんですよ。なので、大衆と自分は違うよねとか、一般的な感覚と自分は違うとか、普通の人と違う生活をしてるみたいな人が行くと、ひょっとしたら刺さるのかもしれないので、なので、細井さん自身は細井さんの中で刺さってるから書いたと思うので、作ったと思うので、一般の人と違うよねとか、ずれてるよねとか言われがちな人だったら、見に行くと結構刺さるっていうのはあるんじゃないかなと思いますけど、僕見てないので、それが正確なのかどうかわかんないですけどね。ハンドル下がりきってた説。確かにね、そんなに面白くないって言われてるんだったらどうだろうって見に行ったら、そこそこ面白いじゃんっていうパターンもありますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。